ここに入るとマネキン人形が散らばっていて。オープン。失礼します。新聞撮ってますか？ちょっと失礼しますね。誰やねん。誰？どうして？なんかさ、みんなで会議しましょうみたいな感じの机に並びになってるけど、大丈夫？違う、さっきの部屋じゃない。さっきと部屋が変わってる？確かにあのマネキン人形の部屋に入ったはず。それなのに全く違う部屋になっている。どうして？さっきの地震のせい、魔人だか怨霊だかが何かをした？それとも私の頭がおかしく？いや、そんなはずはない。冷静にならないと。私が最初にいた部屋で起きた地震。そして廊下に出たらドアの先の部屋が変わっていた。事実。それが今、私の目の前で起きていること。どうして？なんで？わからない。わかるはずがない。ただ、見方を変えれば、この部屋にはまだ来たことがない。冷静。出口につながる部屋かもしれないということになる。そう思い直した私は何か手がかりがないか探ることにした。部屋が変わっていることに気を取られていたけれど、部屋の中央に誰かいる。一番最初に気づいてほしい。赤ちゃん抱いてない？これ赤ちゃん？また仮面をつけた人だ。だけどさっき廊下にいた仮面の人とは違う。黒いローブを身にまとっていることは同じだけれど、仮面の色が違うし、体格も全く違う。この人の方が大柄で威圧感がある。襲われたらどうすることもできないだろう。仮面の人の邪魔にならないようにして部屋の中を探ってみよう。仮面の人の邪魔にならないように。わかりました？待って、これ何？これは赤ちゃんの人形のようだ。全部で12体。円形に並んでいて、それを仮面の人が順番にあやしている。順番にあやしている？なんか右行けるね。あ、そういうこと？あ、ちょっとリアルで気持ち悪いわ。これ全部触ったら違うのかな？あ、一緒でした。これ、いっぱい調べれるよね、このゲーム。大きい布だ。薄汚れているけど何かをくるんだり包んだりできそうだ。じゃあ、メモ落ちてる。メモ。奇妙な場所に出た。赤子の人形がずらりと円形に並んだ奇怪な部屋だ。中央にいる男は子守なのか怨霊に取り憑かれていて気が触れてしまったのか、それらを赤子としてあやしているようだ。この人形の中に次の紋章のカードが隠れていそうなものだが、人形を取った途端飢えた獣の勢いで腕を掴まれ取り返されてしまった。腕を引きちぎらんばかりの怪力さを考えると、無理に取ろうとするのは得策ではないだろう。目はあまり良くないようなので、同じような形状のものがあれば騙せないだろうか。しかし都合よくここにそのようなものは見当たらない。この人形の中に紋章のカードが入っている。だけど人形を取ったら襲われる。どうしたら？同じようなものがないか探そう。いや、絶対腕引きちぎられるもん、そんなことしたら。これ何？これも布じゃない？面が落ちている。変色しているが、触り心地は柔らかい。何に使うつもりだったのか、たくさん落ちている。これ使えれるじゃん、さっきの布と。そうだ、人形の代わりになりそうなものを自分で作れないだろうか。だけどさすがに片手では難しいし、それなら、ひとみちゃんに頼もう。レッツゴー、ひとみちゃん。ひとみさん、手伝ってくれない？いきなりタメ口になったね。私はポシェットから鉛筆のメモ帳を取り出すと、鉛筆を左手、ひとみさんに握らせ、メモ帳を右手で取った。ひとみさんから筆談が返ってくる。何を？今あるものでダミーの人形を作ってやれば、あの人の気をそらせると思うの。その隙に人形の中にカードが入っていないか探れるんじゃないかな。わかった。でも、
人形作ったことない。大丈夫。私もないから。大丈夫。私もない。一瞬ひとみさんの反応が止まった気がする。そして、本当に大丈夫？呆れられている。だけど、事実だからしょうがない。大丈夫。多分。ひとみさんも怖いだろうね。人形といっても作れそうなのは、そういえばこの部屋には大きめの布と古びた面の塊が落ちていたはず。それを使えばてるてる坊主ぐらいなら作れるかもしれない。あとは頭を作るための紐状のものがあればいいんだけど、今持っているもので使えそうなものはないかな。今持っているものか。紐状。これじゃない？裁縫セット。間違えた。ソーイングセットの中に針と糸がある。これで頭を作ることができそうだ。汚いな。だいぶ汚いね。床に落ちていた面と布を拾い上げ、布を一度広げてみる。大きさには余裕があるため、大量の面を包むのは問題なさそうだ。まずは頭を作ろう。ソーイングセットから針と白色の糸を取り出し、針に糸を通す。おー、ほんまにてるてる坊主や。布の中心に面を置き、球体を作るように包む。絞った根元に針を刺して糸を縫い付ける。ぐるぐると糸を巻きつけて締め上げると球体の頭が形になった。もう一度針を刺し布に糸を留めると、大きなてるてる坊主のような人形が出来上がった。うわ、不安だ。笑われた。何か聞こえたような。あの仮面の人や赤ちゃんの人形からでもなく、もっと近くで。この人形？命が宿った？このてるてる坊主の声、まさか。めっちゃ鼻リアル。どうして顔が。そこには描いた覚えのない顔が浮かび上がっていた。一体、誰が描いたというの？ひとみちゃんかな？特に動いたりはしないようだ。とりあえずこれを使って赤ちゃんの人形とすり替えられないか試してみよう。やばい、バッドエンドの匂いがプンプンしちゃう。ちょっとその人形。あ、ダメなんね。わかりました。この子にする？うわ、怖っ。これも怖っ。なんかさ、夜に見るさ、赤ちゃん人形ってめっちゃ怖いよね。昼間はいいけどさ、夜にさ、見るリカちゃん人形とかめっちゃ怖かったもん。書かれていた通りにてるてる坊主と人形をすり替えてみたけれど、こんなので騙せるのだろうか。特にこちらに対して向かってくる様子はない。どうやらてるてる坊主を赤子と思っているみたいだ。やめて。私ね、ホラーゲームの中でもさ、苦手なのが赤ちゃんの泣き声なんですよ。怖くない？まさか。手元の、これバッドエンドかな？手元の赤ちゃん人形が泣きそうになっている。このまま泣かれると仮面の人に気づかれてしまう。何か泣き止ませそうなものは？いっぱいあるね。まず紙を読もう。メモ書きのようなものが添えてある。大事なところが消えている。この子供たちは知らない人が抱っこすると泣き出してしまいます。最初から言ってください。慣れるまでは、ほららららを鳴らして、あやしてから抱っこするようにしてください。何？抱っこすると泣き出す。何かであやすといいらしいけど、ちょうど穴が開いていて読むことができない。使えそうなのはガラガラとおしゃぶりと哺乳瓶だけど。待ってくれよ。おしゃぶりかな？口を封じ込める作戦。めっちゃ泣いちゃった。やばい。エンドレス赤ちゃん泣き声だ。やばい。ずっと泣いてる。人形が泣き出してしまった。まずい。
顔を上げるとすでに仮面の人が私の目の前に。いやん。ものすごい勢いで私から人形を奪い返した仮面の人は元の位置に人形を戻し、子守に戻っていった。すり替えていたてるてる坊主は不要とばかりにこちらへ投げ返された。仕方なくてるてる坊主を拾い上げる。最初からやり直しだ。なので次はガラガラに行きます。はい、いいかいいか。あ、泣き止んだ。ガラガラを鳴らすと人形の鳴き声が止んだ。どうやら泣き止んでくれたようだ。これでようやく紋章のカードを探すことができる。この人形には何も入っていないみたいだ。私は人形を元の場所に戻し、てるてる坊主を回収した。どうやら気づかれずに済んでいるみたいだ。ねえ、このさ、12っていう数字何？ずっと気になってた。12？ この場所だけ机の内側に12と書かれている。終わりかい。これ全部探さないかんのか。あったわ。ありました。おくるみの中に紋章のカードが3枚入っていた。さっき手に入れたカードと似ているけど、描かれている記号が違う。あれだね、メスだね、メス。メスが3枚。私は紋章のカードだけ抜き取ると赤ちゃん人形を元の場所に戻した。どうやらあの人には気づかれずに済んだみたいだ。よっしゃ。これさっきのカードと似てるけど、同じようにしたらまた何か起こるのかな。わかんない。ひとみさんに話しかけた、私じゃなかった。ひとみさんに話しかけたつもりだったけど反応がない。そういえば鉛筆を渡すのを忘れていた。改めて鉛筆を差し出す。私？うん。やってみたら？うわ、やばい、嫌われちゃったかな、ひとみちゃんに。私がひとみちゃんって呼んでるからかな。そっけない返事が返ってきた。嫌われているのだろうか。それもそうだね。やってみる。呆れられとるやん。私は部屋を出てさっきのカードと同じことをしてみることにした。もう怖いんよ。そういえば、赤ちゃん人形とすり替えるためにひとみさんと協力して作ったこのてるてる坊主。相変わらず不気味な顔だけど、なんだかんだ愛着も湧いてきた。いや、この顔のどこに愛着が湧くねん。だけどさすがにポシェットには入らないし、抱えて持ち歩くわけにもいかない。少しかわいそうな気もするけれど、この部屋に置いていこう。置いてったら多分、だと思うけど、いいじゃんね、抱えて持っていったら。私はてるてる坊主をそっと床に置くと部屋を後にした。来ました、悪夢。そうだ、ひとみさん。さっきは手伝ってくれてありがとう。私はポシェットから鉛筆とメモ帳を取り出して、鉛筆をひとみさんに持たせた。なぜ？なぜって、私だけじゃどうにもならなかったと思うから。協力してくれているとはいえ、自分に取り付いている音量にお礼を言うなんて正直変だと思う。だけど、協力したことでひとみさんに親近感を覚えていたようで、自然に口をついて出ていた。対するひとみさんは何も返してこなかった。書く内容が思いつかないんだろうか、それとも反応に困っているんだろうか。それにしても筆談しかできないのは不便だ。私はともかくひとみさんの方は自由に発言できないわけだし。そうだ、ひとみさん。私に何か言いたいときは合図をくれない？例えば？何も考えていなかった。だけど、ひとみさんが自由に意思表示できた方がいいから。右の手首に触るとか。わかった。いいね。友情芽生えてない？早速触られたんだけど。そんなにゆっくり触らなくていいよ。
何てか腕細いね、この人。こう？あ、なるほどね。試してくれたのね。うん。ありがとう。今度からこうやって伝えてね。わかった。不便なのに変わりはないけれど、これでひとみさんからも意思表示ができるようになったはず。あ、またメモが置いてある。机の上にまたメモ書きが置いてあるのを見つけた。先生からの招待で、先生先生からの招待で、この地にやってくることになった。先生が言うには、ここで私に魔術の研究をしてほしいのだ、という。何の魔術なのかは先生からまだ教えられていない。だが、わざわざ目隠しをして連れてくるくらいだろう。おそらく世間には公表しづらいものなんだろう。あまりいい予感はしない。どこかの山の中であるらしく、何かあった時にすぐ帰れないのが不安だ。故郷に残してきた妻と娘が無事であることを願う。確かに私は学問として研究をしているが、魔術による奇跡という、なるものはあまり信用していない。私にとって興味があるのは各地で行われている魔術という文化であって、その結果ではないのだ。先生が言うにはそれでも構わないとのことだが、ここに集められてきた他の学者たちの風貌を見る限り、文化面での研究をしているようにはとても見えない。まずいことにならなければいいが。ところでお世辞にも魔術に詳しいとは思えない女子どもっていいのかなの姿も見られるが、彼女たちは何のためにここにいるのだろうか。休止係という風にも見えない。なんだろうね。私の発言をその文字で書くのやめていただける？なんだろう。前のもそうだけど何かの日記だろうか。そういえばここで試さないといけないことがあった。これね。さっきのカードを試してみよう。私は本に挟むカードをさっき手に入れたカードと入れ替える。また怒った。ブルってるよ。ブルブル来てますよ。すると、また地震が起きた。今度は2回目だからさっきほど驚きはしないけど、やっぱり心臓には悪い。最初に手に入れたカードを改めて確認してみる。やっぱり今のカードとは図柄が違う。紋章のカードというからには何か意味があるはずだけど、何の文字、記号なのかは相変わらずわからない。そういえば、どうしてこのカードは3枚あるのだろう。確かにね。ひとみさんは何か知らないだろうか。聞いてみよう。そういえば、この紋章のカード3枚あったけど、残りの2枚は何に使うんだろわからない。う。ひとみさんはわかんないんだ。2枚残ってるっていうことは同じことをするってことだよね。ひとみさんも知らないみたいだし、今考えても解決できそうにない。とりあえずさっきと同じように廊下に出てみよ